皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は日本が世界に誇る鉄の巨人、日本製鉄証券コード5401の点検を行っていきます。最近の日本製鉄は巨大企業 US スチールを買収を完了させた一方で、直近の決算では最終赤字に転落する見通しを発表し、現場は大きく揺れています。しかしその裏で加減配当という株主への強力な安全帯も発表されています。今日は Yahoo ファイナンスなどのサイトと実際の決算データで数値が違うという注意点も含めて、しっかりと足場を固めながら確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。会社の健康状態を測る5つの契機をチェックします。1つ目、配当利回り。基準は 3% 以上、数値は 4.02%、判定は合格、高配当株として十分すぎる水準です。2つ目、ROE。基準は 10% 以上、数値はマイナス、今期赤字です。判定は不合格、お金の運用センス、今期は一時的な痛みでマイナスです。3つ目、自己資本比率。基準は 50% 以上、数値は 36.8%、判定は不合格、会社の貯金割合、大きな買い物をしたので低下しています。4つ目、配当成功。基準は 50% 以下、数値は算定不能、判定は不合格、赤字のため計算不能です。補足、 PBR0.59 倍、加減配当あり。のんびり作業員の一言は、会社が解散した時の価値より株価が安い超割安状態です。ここであれ、自分が Yahoo ファイナンスで見た数値と違うぞと思った方、素晴らしい着眼点です。続いて現場からの注意喚起、サイトの数値と違うについてです。実は Yahoo ファイナンスなどの情報サイトを見ると、自己資本比率は 49.2% と表示されています。しかし私の点検シートでは 36.8% です。この違いはいつのデータを見ているかによるものです。サイトの数字は前期末2025年3月末の確定した過去の実績です。一方私が使っているのは直近の第3四半期2025年12月末の最新データです。日本製鉄は US スチールを買収するために一時的に約2兆円ものお金を借りました。その結果借金がドカーンと触れて、最新の自己資本比率は 36.8% に落ち込んでいるのが現場のリアルな状況なんです。また配当成功もサイトでは 45.6% となっていますが、これは前期の実績です。今期2026年3月期は後ほど説明する特殊な事情で最終赤字になる見通しのため、利益から配当を出す割合である配当成功は算定不能となります。このように大イベントの最中にある企業は過去の数字と今の数字が大きく変わります。最新の決算書、つまり設計図を見ることが安全第一の鉄則です。続いて事業内容の点検、稼ぎの柱についてです。次にこの会社が一体どこで稼いでいるのか、直近の売上の内訳を確認します。製鉄事業約 90%、システムソリューション事業約 3.7%、エンジニアリング事業約 3.7%、ケミカル&マテリアル事業約 2.6%。 圧倒的な製鉄一本足打法です。車や家電、ビルを作るための鉄を作って売るのが本業です。次は圧倒的な強みについてです。強みはグローバル素行1億トン体制に向けた圧倒的な規模と技術力です。2025年6月にはアメリカの名門 US スチールの買収を完了させ、成長が期待されるアメリカ市場での製造体制を手に入れました。続いて業績の軌跡点検、コロナ禍の赤字から不採算設備を止めるなどの厳しい構造改革を行い、利益が爆発する絶好調を作りました。しかし今期2026年3月期の最終利益はマイナス700億円の赤字へと急転落する見通しです。ではなぜ今期は赤字なのか。大ピンチかと焦るかもしれませんが、現場の視点で見ると違います。この赤字の主な原因は US スチール合併に伴うルール上の損失、
AMNS カルバートの処分譲渡などが2321億円も発生したことや、室蘭の航路トラブルなど一過性、つまり今回限りの要因が重なったためです。実力ベースの事業利益は6200億円と、本業の稼ぐ力はしっかりと黒字をキープしています。つまり大きな買い物をした直後の一時的な筋肉痛のようなものです。次は財務の深掘り点検です。 US スチール買収の影響で会社の貯金箱である財務は激変しました。前期末に 10.9 兆円だった総資産は第3四半期末には 14.4 兆円へと、一気に 3.5 兆円も膨れ上がりました。これは約2兆円の借金、ブリッジローンをしたためです。借金まみれで危ないのかというと、そうはありません。すでに国際協力銀行ジェビックやメガバンクからの融資、さらに資本の性質を半分持つ劣後ローンなどへの借り換えを実行し、一時的な借金を長期の安定した資金に切り替える作業、パーマネントファイナンスを無事に完了させています。資金繰りの安全確認はよしです。次は還元姿勢の点検、配当推移です。日本製鉄は買いやすくするために1株を5株に分割しました。今期の年間配当予想は分割後で1株あたり24円、分割前換算で120円です。赤字転落見通しにもかかわらず配当額を維持してくれました。新たに発表された下限配当の導入です。会社は新しく発表した2030年中長期経営計画の中で、今後5年間は業績が悪くても年間配当24円を下限として必ず支払うと宣言しました。長期投資家にとって最強のヘルメットになります。次は配当成功の真実の続きです。ちなみに赤字なのに配当を出して大丈夫なのかという点ですが、一過性の損失を除いた実力ベースの利益で見ると、今期の配当成功は 66% 程度、過去5年累計では 34% 程度となり、会社が目標とする配当成功 30% 程度の範囲内で無理なく支払える計算になっています。続いて直近決算と将来目標についてです。直近の決算では中国の安い鉄が溢れていることや、米国の寒波などで業界全体に厳しい逆風が吹いていることが語られました。しかし会社は US スチールに今後巨額の設備投資を行い、2030年には連結実力利益1兆円以上という強気な目標を掲げており、世界ナンバーワンへの復権に本気です。次はチャート需給点検です。現在の株価は590円台、PBR つまり株価純資産倍率は 0.59 倍と、持っている資産の価値の半分程度の値段で放置されており、超お買い得水準です。信用倍率は 4.67 倍と、少し借金して買っている人が多いですが過熱感はありません。最後に結論、のんびりの判定です。日本製鉄は現在 US スチールという超巨大エンジンを積み込んだばかりで、一時的な赤字と借金増という激しい筋肉痛に直面しています。パッと見は不安になるかもしれません。しかし本業の稼ぐ力は健在であり、何より利回り 4% 超プラス年間24円の下限配当保証という強力な安全帯が用意されています。のんびりの投資戦略としては、目先の赤字ニュースで株価が大きく下がったところは長期的な視点での絶好の拾い場になると考えています。利回り 4% のお小遣いをもらいながらアメリカ市場での投資が花開く2030年を見据えて、のんびりと会社の成長を見守るスタイルにぴったりの銘柄です。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。